今回はジムニーのヘッドライト、しかもこれ LED ライトの場合の話なんですけども、雪がね溶けないんですわ。雪がねで最終的にねここに雪が溜まってっちゃうんですよ。しかもジムニーってアクロ走行でへこんだ状態になってるんですね。木が当たってもこうレンズが割れないようにするためなんかしたんですけど、雪が飛んでいかないっていうのもありましてね、で結構悪条件でございます。この車にはヘッドライトヒーターっていうのをついておりまして、ピアノね、でこれを使ってどれぐらいの効果があるかっていうのを検証したいと思います。配線があるんですけども、こちらについてますけども、こちらの配線、わざと切ってあります。なので右目の方は作動中、左目の方は、ヘッドライトヒーターがない状態で観察していきたいと思います。そしてフォグライトはこちらハロゲンになってるんですけども、熱を出しやすいんでまあ溶けるとは思うんですけども、この車左の方はこれちょっと今回だけ特別なんですけども、 IPF のフォグライトのこのハウジングを使っております。それガラス製になってるんですね、こちらね。なんで熱に、強くなっておりますたので、こちらの方は 35W のワット数で、こちらはノーマルのプラスチック製の、樹脂のレンズになってますので、 19W の H16 のハロゲンバルブがついております。熱量としては倍ぐらい違いますので、その辺でどうなるかっていうのを検証したいと思いますし、明るさも見たいと思っております。配線取り付けは、以前の動画がありますね。そちらの方をご覧ください。今現在はヘッドライトに全く雪がつけてない状態、除去した状況でヘッドライトをオンにしております。これフォグランプオフですね。これがヘッドライトの今まっさらな状態がこのような状況ですけども、この状況下でどうなっていくか確かめていきましょう。気温は0度となっております。正直言っても速攻でこれ雪ついちゃいますね。言ってるそばから結構視界が良くないですね。右はヘッドライトヒーター付き、左はヘッドライトヒーターがない状況の状態で走っております。若干吹雪いてきてますんで、すぐにね電気は暗くなると思うんですけど、実際これ左側のライトはもうほとんど照らしてないんじゃないかな。正直早送りもせずにこんなに一発で悪くなるとは僕も思わなかったんですけど、もう少々走ってみましょう。正直と照らして、吹雪で見にくいってのもあるんやけど、もう光が全然左側ないようなもんなんですね。右も正直なところ左よりはマシですけども、そんでも厳しい状態です。やばいですね。もう少々耐えてみましょうかね。はい、ではヘッドライトウォッシャーをオンにします。はい、一発目2回目やります。ほら良くなったでしょでも左はちょっと良くないな。右はまだ良くなったけど、もう一回やりましょうか。ちょっと見やすくなりました。でもねヘッドライトウォッシャーね、こちらね氷点下になってくるとね凍るっていう弊害がありますんで、逆に悪くなる可能性もありますね。ということでヘッドライトウォッシャーをすることによって多少の視界の確保はできてますけども、今後は、ヘッドライトウォッシャーを使わずに溜まっていく一方の状態でどうなっていくかを見ていきたいと思います。それでは、この吹雪の中ですけども、見ていただく通り全くもう雪がもう詰まってもて、一応明るいですけども照らしているわけではございません。でヘッドライトヒーターの方ですけども、結局熱線のところはこうやってね溶けてはいるんですけど、これ徐々にどうなんだろうな、この部分は溶けてるんやけど、この真ん中は溶けてないんですね、残念なことにね。なんでねないよりかはマシやけど、気温がマイナス2度ですね今。この状況だとねヘッドライトヒーターでもねあくまでちょっとずつこれ溶けてくるかもしらんけど、だからこれプラスヘッドライトウォッシャーを併用してやればなんとか使えるぐらいかな。何もないとこういう状況で全く溶けてませんけど、だからこれに比べればまだマシなんですけどね。
こちらの方も溶けております。じゃあまあこのヘッドライトはこれ今引き続きまたテストしますけども、フォグライトの明るさですね、どっちも溶けるは溶けるんですけども、この 19W とこちらの 35W との明るさの比較をしたいと思います。それではこちらマスキングテープで塞がせていただきました。これで比較してみたいと思います。フォグライト純正フォグ右側だけで走行しております。明るさこのような感じでございます。ちょっとなんか頼りない感じですよね。それでは IPF のフォグのハウジングとピアの、35W の、フォグライトですね、そちらの方の光り方ですけど、やっぱ明るいですね。ワット数でいうならば倍ありますんですけども、広がり方がやっぱ全然違いますよね。なんかノーマルはどっちかっていうとなんか狭い線をなんか線状態でやったんですけど、こっちはやっぱ左側になると幅広く面を照らしてる感じがします。ちょっと今だけ右車線入らせてもらいます。広がり方としてはこのような感じですね。だから面で面で光ってる感じがありまして、だいぶ安心感が違います。そしてこの IPF のフォグのハウジングなんですけども、レンズがガラスプラス、ゴールド系の着色になっております。バルブ自体はこちら H8 の 35W でクリア級なんですね。ですけども、レンズ効果によってこのようにね、今吹雪というか地吹雪状態ですけど、そういったものを黄色く照らして視認性がだいぶ良くなっておりますんで、その辺でも見た目もなかなかスタイリッシュな光り方やと思いますんで、よろしいかなと思います。そしてこの状態で、ヘッドライトをオンにしますね。ヘッドライトをオンにしてフォグライトはやっぱヘッドライトの方が圧倒的に明るい感じなんですけども、それでも補助としては結構横を照らしてくれてる感じがありますので、その辺の安心感があります。では右がノーマルのフォグライト 19W ですね。そして左が IPF H8 の 35W ですね。それの混合技でございます。で圧倒的にこう見ると右より左の方が圧倒的に明るいですよね。右のノーマルを左がかき消しているような感じで光ってる感じです。ハロゲンのフォグライトがなんとかこれ命綱だと思うんですよ。どうしても雪が積もった時にね、そういった時にこのモアパワーでこの明るいのもあるんですけども、その溶かす意味で熱量の大きい 35W の方がいいんじゃないかなっていうのが私のおすすめでございます。そしてノーマルが 19W のフォグライトのハウジングは樹脂製のレンズです。でちょっとここは公式に聞いてはいませんけども、熱が多分ね 19W のバルブのハロゲンの熱量にしか対応してないと思うんですよ。おそらく 35W 入れるとあまり不具合が出るんじゃないかなと思いますので、ワット数アップするんであればこの IPF など他にも会社で出てますけども、ガラス製のレンズのこちらのハウジング使って35W にした方がいいかなと僕はお勧めしております。 LED のヘッドライトで雪が積もった時に緊急用にね、こうやってハロゲンバルブで雪を溶かす熱量のあるそういうフォグライトがあると安心やと思いますし、その上で 19W でも一応溶けるは溶けますけども、ただやっぱり 35W の倍ぐらいの熱量があった方が明るいですし、そしてヘッドライトの代わりにもなりうりますんでね、こうやってね、今これヘッドライト切ってる状態ですけども、それでもこういうぐらい一応走れるぐらいには照らしておりますんでね、そういった意味で保険としてそういった使い方もよろしいんじゃなかろうかと僕は思います。現状雪が降り積もっていってますけども、やっぱこのライトの雪ね、こうやってあからさまにだんだん暗くなっていってるわけなんですよね。で右と左、確かに右の方が実際やっぱ明るいんですよ。んで左はもうなんてやろ、ちょっとなんか照らしてるというか、ほんのり暗曇がついてるような感じですね。で右も正直あんまりよろしくございません。こんなもんでね、言うて悪いんですけど、ヘッドライトヒーターもねあんまり、ジムニーに関してはあんまり効かないかなっていうのがあるんですよ。ないよりかは全然マシですけども、こんな感じでね見にくくなっちゃいます。今ハイビームにしますけども、正直あんまりわからないっていうか、遠く照らしてる感はないですね。
ちょっと今雪が多いっていうのもあるんですけども、はい、だいぶ多分積もってる状況だと思います。この通りもう前がもうほとんどわからない。左に関しては全然見えないですね。ちょっとここでいっぺんどんな状況か見てみましょう。はい、ヘッドライトヒーターついてない方もうまるでかぶってますね。これ10分も走ってないんですこれ。そしてヘッドライトヒーターあり、一応熱線のところは溶けておりますけども、溶けてるけども感じの真ん中が溶けてないですね。これだんだん溶けてはいくんですけど、これ気温が低くなってくるとこの状態で終わりかなっていう感じです。一応熱線のところは溶けるんですけども、これではあんまり照らす意味がないかなと思います。そしてフォグランプは今フォグランプつけてなかったんですけども、この通り雪で埋まっております。でノーマルの方も雪で埋まってます。これを今フォグランプオンにしましょうか。これでどれぐらい溶けるか。はい、ただいまフォグランプをオンにしました。で右は、ノーマルのフォグライト、左は 35W のフォグライトになっております。はい、フォグランプ2分経過しました。こちらの方はちょっと溶けてきてるかな。 19W。 はい、35W2 分経過後、だいぶ溶けてますね。もうほぼ溶けるんじゃないですかね、もうすぐ。はい、4分経過。ノーマルの方はもう半分ぐらい溶けてます。はい、ちょっと見にくいかな。そして 35W はもうほぼ完璧に溶けてますね。これ IPF の 35W の方ですね。こちらの方はもう溶けております。照らせる状況になりました。19W もね、ほぼ溶けております。35W に比べればちょっと残ってますけども、それでも溶けてますんでね。そして逆に言うと、このこちら、このライトもだいぶ溶けてきてますね。こっちもつけっぱなしで今つけてますけど、いやで走行止まるとこうやって真ん中の方も溶けてる感じですね。でこちらの方の何もない方は全く溶けるわけはございません。はい、先ほどのヘッドライトの状態で走っておりますけども、右の方はやっぱかろうじてなんとかね照らしてる感あります。左はもう全く照らしておりません。はい、ほんのりとちょっと明るくなってるかなって感じで、照らしてる感はないです。そんな感じでね、ジムニーに限って言うならばですけども、ジムニーのそのヘッドライト形状がちょっと悪条件揃ってますんで何とも言えないんですけども、ジムニーに関して言うとヘッドライトヒーターなかなか厳しいものがあるかなと思います。でフリルとかそういったなんかヘッドライトが流線形の形してるんならね、溶けた上で風圧で飛ばされるっていうことでいけるとは思うんですけども、ジムニーではきついんかなという判断でございます。そうですからフォグライトをね、ハロゲンもしくは HID がいいかなで、もうこれはLED にしないで冬はちゃんとハロゲンなり HID にするといいと思いますし、なおかつ保険として使うんであればその 35W にワッテージアップしておいた方がいいと思いますし、ただそのワットアップするにしてもレンズがねどうしてもちょっとプラスチックレンズでは対応できない時もありますんで、私おすすめしている IPF のその LED のユニットとかに変えて、そんな高くないですから、それプラス 35W の HID なり、ハロゲンにするといいかなと思います。保険になると思いますんでね。高速走行で走っててもう降りてライトの雪を取ることできませんから、そういった意味では保険として使ってみてください。やっぱ一番いいのはハロゲンやと思います。そしてジムニーに限って言うと、一番上のグレードでもハロゲンのヘッドライトをオプションでもつけれるようにしておいてくれるとすごく助かるんですけどね、これ後付けできないんで、ということで私の総括となります。あんまりジムニーではあんまりヘッドライトヒーターはあんまり効かないかもしれません。他の車では何とも言えませんけども、そういった感じでございます。雪道気をつけて走りましょう。ではさようなら、ありがとうございます。バイバイ。